田舎の高校を卒業して上京。江戸川区の下宿で一人暮らしを始めた。大家である老夫婦が1階の半分に住み、1階のもう半分と2階に下宿人が住んでいた。便所と流しは共同の4畳半で、家賃は月9000円。風が吹くと揺れるような古い木造のボロ下宿だった。閉めた窓から風が入り、光は壁と柱の隙間から廊下に漏れた。ゴルフボードでパットの練習とかすると、いっつも同じ場所に戻ってきた。家全体が歪んでいたのだ。母親と娘が2部屋に分かれて住んでいたが、そのうち娘が妊娠したそうで、やがて出て行った。中国の女子留学生が隣の部屋に入り、中国の恋人の写真とか見せてくれたが、そのうち東大生の恋人ができて、やはり出て行った。そんな風にいろいろな下宿人が出入りしたのだった。毎月家賃を払いに行くと、おじさんは必ず晩酌の相手をさせ、遠い昔の思い出を語った。おばさんは手料理を食べさせてくれた。似合いの老夫婦だった。人が良すぎて豊田商事の詐欺に引っかかり、600万円騙し取られたりした。風呂は近所の銭湯で、冬は冷えた。夏は暑く、引き戸も窓も開けたまま裸で寝た。どうせ安いからと、もう一つ部屋を借り、ハーフサイズのビリヤード台を置いたりもした。アルバイトをして、大学を中退して、就職して、転職して、結局11年間も住んだ。もうおじさんもおばさんも亡くなったはず。あの下宿も取り壊されたはずだ。若い人たちに笑われそうな昔話。あの下宿ももう思い出の中にしか存在しない。